はい、参加します。はい。はい、地球とぼけなんです。今日もたっくんが、仕切ってます。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、途中でね、ぶった切られたんでね、あれなんですけども、まあ、それぐらいね、もう喋りたいこといっぱいあるんですよ。4ヶ月ぐらいの地球動画仕入れて、まあ、僕は気になる工具編ですかね。というわけでですね、まず最初はですね、1月の末にですね、ついにエヴァンゲリオンがね、劇場化されるということでですね、この工具、プラモ工具ポーチエヴァっていうね、もうこんな入りになるよ、特訓。こんな入りになっちゃったじゃないか、特訓のせいで。これプラモ工場委員会さんから、まあ僕はだいぶ前から出てるんですけどね、この工具ポーチが出てるんですよね。結構いろいろ収納できます。はい。でね、これエヴァって書いてあるんでね、本当にさっき言ったようにエヴァパッケージなのかと思ったら別にそんなことはないっていうね。黒とね、青と、まあこんな感じで地球のにあります。意外とね、皆さんこういうのってあったら便利というかね。なかなか買わないんだけど買ったら手放せないみたいなね、そんな商品ですね。他にもせっかくなんでね、プラモ工場委員会さんでよく地球堂で売れてるもの、これですね。パーツケース仕分けトレイ4プラモ、こんな感じで、まあ、塗装前とか仮組みしたものをばらしてね置くことができます。これが1段タイプと2段タイプとね、まあ、全部地球堂にございますので、はい、このプラモ工場委員会さんを出したのはですね、僕が去年で一番面白いなと思った商品がこちらなんですね。ザ・指ほうきっていうね、ニッパーを指で触ると錆びちゃうって、まあ、分かってるじゃないですか、分かってるんだけど指でこう触っちゃうんですよ。刃になんかプラモのくずがついてると、ランナーのねカスがついてるとね、これがですねサックみたいにこう指にこう取り付けてですね、でこう先端がブラシになってるんですよ。でそれでシャッシャッシャッとね、こんな感じ使い方書いてますけど、シャッシャッシャッってついてるっていうね。でこれがですね、何が面白いってね、4つついてるんですけど全部形状が違います。いろんな履き方がねできます。これはね結構面白いですね。結構手に取って買ってかれるお客さんも多いです。はい、色もねなんかバリエーションあるらしいんですけどね、まあ僕も黒でいいじゃんって思ってるんで、ね、黒です。はい、他にもですねこちらですね、坪さんのブライト900っていうねヤスリですね。坪さんといえばですね、もうミニ四駆をやっておられる方は坪さんのヤスリだっていうね、感じになるぐらい、まあ、有名なヤスリなんですけども、金属用のヤスリですね。これ表面と裏面で粗さが違います。ミニ四駆の、まあ、例えばローラーとかね、ああいったところの金属系の加工にいいんじゃないでしょうかね。これも結構好評で売れてます。他にはこちらですね、ゴッドハンドさんのパワーピンバイス、性能はそのままにショートサイズになってるんですよね。こんな感じで手のひらで当てて使う工具なんですけども、まあ、サイズ感がね、ゴッドハンドさんなんか今年はですねどんどんサイズをちっちゃくしていくということで、他にもあるんですよ。これほらこんな感じで紙筆がこんなねショートなのが今後出たりとかですね、まだ発売されてないんですけどね、まあ、今ちょっと手元にあります。こんな感じでなんかもうどんどんちっちゃくしていくんですかね、今年はね。なんか全員に受ける工具というよりはあなたになんかそういったいろんな工具が手に合わなかったな、馴染まなかったなっていう人はこれを触ってみたらどうですかっていうような提案型の商品ですね。僕はね筆はこのサイズ感めちゃくちゃいいですよ。ピンバイスはまあ自分に合ってるかっていうと別に長くてもいいかなと思うんですけど、まあやっぱり短いのがいいっていう人絶対おられるんでね、まあこんなん出てます。はい、他にはですねこちらじゃん、ちょこちょこ SNS で言ってるんですけども、明日のデカールっていうシリーズの、まあ、MYK デザインさんのデカールなんですけど、これすごい変わってて、デカールって普通デザインの周りが薄く透明なフィルムがどうしても残るじゃないですか。これがですね後から剥がすことができるっていう特別なデカールなんですね。だからその透明な部分が全くそのパーツに残らないので、まあ、どんな感じかっていうのを今すごい使ってみたいデカールですね。まだ使ったことないので、まあ、近いうちレビューできたらと思うんですけど、まあ、こんな感じで漢字タイプとか機械とかにねついてるようなデザイン、あとはアルファベット数字とかね、まあ仕様のところはもう大体押さえてるデカールなので、まあ、ぜひ1回は使ってみてもらいたいなと思ってるデカールです。であとはまあ変わったもの入れたんですけども、ミグさんのこれエッチングなんですけど、これ何か分かります？これね塩焼けとかね錆びた感じを出すためだけのマスキング的なエッチングですね。まあ、パーツに当ててエアブラシで拭けばもう錆び表現バッチリですよっていうね、すごいこうピーキーでしょこれね。もう一目惚れですよ。こんな感じでね塩焼けだったりなんか朽ちた感じとか、このプレート1枚で塗装できちゃう、お手軽にプロみたいな塗装ができるとかいうような工具大好きなんで、これも飛びついて仕入れましたね。細かさが違う3種類ですよ。またなんかねこれを使ってなんか塗装してみたいですね。はい、
他にもですね、去年いろいろこう SNS とか YouTube とかで話題になったといえばですね、吉本プラモデル部さんが紹介したプラッツの、モノっていうメーカーさんのピンセットなんですけども、これ先端がすごくてですね、当たったら血出そうなぐらい先端がこう鋭いピンセットなんですね。つる首タイプ、あとデカール専用ということで、このピンセットが、とにかくぴったりなんですよ。ここね、合わせ目が。でこれをグッと押し込んだ時にこうパカッと割れたりもしないっていうピンセットで、これすごいよ、このピンセットめちゃくちゃ軽いし柔らかいしっていうね、話題になったピンセットです。だから硬さで言うと硬い、柔らかいで言うとめちゃくちゃ柔らかいです。このピンセット何がその話題になってるかというと、2000円3000円のピンセットってやっぱりいいに決まってるじゃないですか。これがこの柔らかさで、この先端の鋭さで、この合わせ目がぴったりなお値段が990円。税込みですよ。だから1000円切っちゃってるっていうね、これはもう話題になるでしょうということで、話題になったんですね。で僕はといえばですよ、ピンセットいりませんかって注文したらだいぶ前から見てたんですけど、ピンセットか、いっぱい持ってるしなって言って結構スルーしちゃってたんですよ、ぶっちゃけこれね。そしたら蓋を開けたらですね、これ吉本プラモ部さんがすごいいいって言ってましたよってお客さんから聞いて、で慌てて予約過ぎてるけど頼めますかって言って引っ張ってきた。だから今結構置き場に困ってるんですけど、でもいいピンセットなんですよね。だからなんていうかな、話題になったから慌てて仕入れました。吉本プラモ部も大絶賛ってね、いいよね、こういうなんかパンフレット作ってもらってね、なんか地球のもなんかならないかな他にもですね、 SNS で話題になってるといいますプラモカンナヘミさんのね、これもじわじわネットで話題になっているプラモカンナですね。カンナっていうとデザインナイフでこう引っかくような感じで使うのが専用の工具になって出てますよ。名前がねやっぱりもういいんですよ。角さん、助さん、お銀と弥七っていうね名前がなんかちょっと面白ワードなのはいい工具って僕の中で相場決まってます1個1個がちょっと値段するんですよ。やっぱり2000円3000円、4000円ぐらいするので、これ全部揃えるっていうのは4種類なんですけどね、なかなか大変なんで、これはちょっとうちでね全部開けて使っておすすめなんか言えたらなと。だからこれ近日撮影特にやりましょう。でこのヘミさん他にもですね、こういう細かいところにここにねヤスリがついてるんですよ。紙ヤスリがこんな感じで、このくぼんだところに指を乗せて極地ヤスリ、本当に細かいところをヤスっていきますよって、こういう工具があったりですね。他にはこういったメンバーって複雑な形してるんです。これ金属なんですけどね、これになんか両面テープを貼って、だからもう好きな箇所、もう別にここの薄いこの幅のとこでもいいですよ。でこの R になったところでもいいですよ。両面テープつけて、でそこにヤスリ、紙ヤスリをつけてスッていける。先端も細いので、使い方によってはすごい細かい作業ができるんじゃないかなと思います。これも4種類あるんですよね。でこれが薄いので柔らかいんじゃないかなと思ったらめっちゃ硬い。安心して水平を出すというかね、指先が平面になったようにやすれるって書いてあるんで、これもなんか使い心地などをねレビューできたらと思ってます。あと同じメーカーで最後エッジ小屋座布団っていうね簡単に言うとスポンジなんですよ。このスポンジね何に使うかと言いますと、デザインナイフのキャップとか結構なくなったりしません？あれをですね、このスポンジをこうカットしてブスって刺して、蓋にキャップにしたりとかですね。例えばだからこういうカンナでもいいですよ。こういうカンナにこのスポンジでブスって刺して刃物の先端が傷まないようにしたりとか、あとだからいろいろですよ使い方が。だからピンバイスとかドリルの刃先の保護に使うのもそうなんだけど、これ水を弾くのね、だからデカールの台紙よけとか、あとはだからクッションなんで下敷きにも使えるし、ホビー用の下敷きとかだよね、なんかいろいろ使えるんですよこれ。でこれだからいっぱい用途を説明しないとなんか売る自信がないないろいろ提案型の商品です。スポンジなんですよ本当にこれ1100円なんで、これ僕の話術で試されますね。これちょっといろいろ提案していきたいと思いますもうね正直に言わないとねこういうのはね、なんかスポンジなんですよエッジ小屋座布団でスポンジ来ると思わなかったな。いいですいいです。色カラーバリエーションもすごいですまだ言うて緑と青とね黄色と赤がございますので、これが一番ちょっと自信がないな俺の中で
はい、本もねいろいろ扱ってますからね、地球堂はね。去年はですねやっぱり時代の流れに合わせてという感じですかね。ビギナーでもうまくいくガンプラお気楽製作ガイド、主にホビージャパンさんからのものでガンプラ凄技テクニックね、こうやってね3冊出てます。これがですねやっぱ週末に作るガンプラっていう感じで、なんかそこまでがっつり塗装せずに、なんかちょっとしたウェザリングとか、墨入れとかで簡単にこんなリアルな感じにできますよっていうね、これ素組にちょっとアレンジ加えてるものですからね、ライダージョーさんのね、あなたもこんな感じの作れますよっていうね。いやあんまり見せるわけにもいかないですけど、こんな感じでねいろいろありますよ、ガンダムマーカーとかでやってますよっていうね、こんなのはやっぱり時代ですよね。ユーザーさん増えてますんでね、お気軽に凄技を手に入れてもらおうというのを置いてます。かといえばですよ、もちろんもっともっと極めたいという方用にもね、土が決め手の泥仕合とかね実写観察で作るリアルモデリング術とかね、こういった本格的なね用紙ができるような本ももちろん置いてますと。でモデルアートさんとね AK っていう海外の、エナメル塗料とかアクリル塗料なんですけど、これを使った作例集とかがね、いろいろこれシリーズいろいろあるんですよ。で AK の塗料がメインで使ってるので、あんまり馴染みのない方も多いかもしれませんけど、なぜ地球堂に置いてるかと、トラック&ホイールっていう AK のね塗料を使ってます。こんなね本物みたいなホイールできますよ。AK の塗料、だから他のメーカーさんの塗料でも代用着てこんな感じでできますよっていうのなんで、 AK が置いてないお店でもねこの本買ってもらったらこんな感じでできるんですけど、見てくださいよトックン、ここ有名なお店が並んでる中ですよ。東京とかってね、新潟大阪とかも都会ばっかりですよ。この中で島根県の地球堂あるの分かります？これありますね。あるでしょ。地球堂って書かれたらこれもじゃあ全部揃えるしかないんじゃないかということで、 AK シリーズのこの手の本ね、これだけじゃないですよ。7-8冊ありますよ。 AK の塗料もありますんで、ぜひぜひ。嬉しいよねこれね。そうですね。何の連絡もなかったよ。地球堂の名前載せますとかねなんか自分でパラパラって読んだら俺の店が載ってるみたいなすげえって。これはね名誉なんでね、これお店で一番分かるところに置いてますんで、ぜひご覧になってください。で他にもですね、だから塗装もやっぱりねやりたいということで、じゃん、これね一回レビューしてみたいんですよ。発売して 1,2 年経とうかというような商品なんですけども、タミヤさんのスプレーワークパワーコンプレッサーのおすすめですって言った中で、タミヤのパワーコンプレッサー紹介しないんですかっていうコメントもいただいてたんですけども、いやよく売れるんですよこれ。だからちょっと自分が買うわけにいかないということで、まだ使ったことないんです。なんですけどこれね結構ロマン詰まってるんですよ。エアブラシを置いたらオートでスイッチ切れるんですよ。で圧も高めなので、これねお店のここら辺にね、在庫が十分に手に入るようになったら、お店に置きたいなと思っているコンプレッサーですね。これなかなか本当手に入らないので、地球堂にあります。でこれが結構値段するんですよ。安い塗装ブース見つけたんですよ。じゃん、ビーバーコーポレーションですね。これ海外のメーカーですけど、塗装ブース、塗装ボックスですね。塗装ブースってやっぱりもう数万円するんだろうと思うじゃないですか。これ本当に段ボールで作っているもう本当簡単仕上げな塗装ブースなんですけども、匂いはもうしょうがないと諦めるから、もうその塗装の塗料が飛び散るのだけなんとかしたいっていう方向け700円です。めっちゃ安いでしょ。なんかこれを、例えばこれを買ってですね、構造を分かってもらって、でこのまま換気扇を本当に外で買ってきてもう改造するもよしだし、このまま使うもよしだし、なんか塗装ブースってないといけないんですかっていうようなやっぱりお客さんの問い合わせも多くて、段ボールになんかうまくやればいいですよとかって話してたんですけども、今日からはですよ、この塗装ブース買ってくださいっていうね、1700円なんで、ね、安いですし、でここのフィルター部分もですね、これホームセンター探せば近しいものがありますんで交換できますし、すごくねおすすめですよ。手軽に始めることができる塗装ですね。これはね見つけたって感じがするね。もう数ある注文書の中からもペラペラめくった時にこれだみたいないいの見つけたっていうね、探した甲斐あった。5個仕入れたんですけどね、まだ1個も売れてませんけどはいというわけですね、いやよう喋った途中ハプニングも多く、あんだけね量を喋るとですね、途中自分が何喋ってるかなんか脳がバグってきて俺今一体これ何の紹介してんだろうみたいな感じになるんですけども、いやいろいろありましたね。ガンプラの股が折れたりとか久しぶりに
いいっすね、この感じの収録。途中なんか久しぶりに緊張したもの、途中なんか急にうわ俺めっちゃ喋ってるみたいなね。いや楽しかったですね。まあこんな感じで今年もねいろいろ楽しくやっていきたいと思ってますよ。どうぞ今年もね地球道チャンネル、僕南條ととっくんをどうぞよろしくお願いします。はいとこういう感じで素人に戻ってるっていうという感じでね終わっていきましょうかね。はい、それでは面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。全部おすすめです。